お二人をお迎えいたしました。本日はよろしくお願いいたします。この当劇場のために構成された特別演目ですが、第1部では響き、第2部では夢とそれぞれ異なる演目を披露されますが、この2つの作品の違いや魅力について藤高さん、教えていただけますか。はい、まず京都、ずっと来た時ですね、本当に訪日外国人の中でも、いわゆる京都の日本文化を楽しむという欧米人がすごく多いというのにびっくりしたんですね。そしてやっぱ家族連れが多い、そういうことがあって、じゃあ早い時間の方は家族で楽しめるような、そして、お祭りのような、実際にステージに上がって太鼓まで経験させようというような作品で響きとつけました。楽しそうですね。太鼓まで経験ができると。で21時はですね、ちょっと男女の粋なカップルがちょっと本当に涙を流しながら感動を共有して、そして素敵なデートを演出するような、そういうふうなイメージで意外とバラードの曲が多いそういう曲を「夢」というタイトルで作りましたが、京都ならではの美意識や空気感が作品や衣装にどう現れ、ドラムタウとしてどのような表現がされているのかを詳しく伺っていきたいと思います。まずは藤高さん、作品作りにおいて京都のどのような点、先ほどもおっしゃられてましたが、深掘りを。非常に難しかったですね、考えるのが。やっぱり、お祭りのようにどんどん派手になっていくんですけど、やはり京都の文化っていうのは時間的美意識といいますか、やっぱり空白とかその間を非常に大事にするし、なんか、他の地域からすればゆっくりとゆったりと時が流れてるような感じがするんですけど、実際にこの音はどこから出てるんだろうかなんていう、そういう不思議な奥行きというのをちょっと今回演出しましたので、随所にそれを感じることができるんじゃないかなと思ってます。その音色とともにこの京都らしさということですね。では続いて越野さん、衣装デザインの面で京都を意識された部分お聞かせください。京都っていうとやっぱり歴史的なこともあるし、厳かさっていうのかな、そういう意味で品の良さ、この品の良さを色で例えるならば、豪華で厳かとなると金だと思うんですよ。やっぱり金以上のものはないと思うんですね。オリンピックでもね、金銀銅ってあるけど、やっぱり金以上のものって、やっぱり金っていうイメージはやっぱり深さと厳かさとっていうものを、金をあまりピカピカ光る金ではなくてシックな金を中心に織物です。で基本的には西陣織を使いました。でオリジナルですよ。だから大変高度なものかと思いますね。もう世界中を回ってもう20年以上、本当に世界で1000万人を超えるようなお客さん集めてきたんですけど、ここの京都でやはり世界的に発信していきたいと、世界の方が京都に来ると本当にいいこのドラムタオの日本の文化、新しい文化が見れるよっていうふうに言われるようになりたいと思ってます。世界からやはり日本っていうものを大変重要視されていると思うんで、その中でも特に京都となると本物志向どころか本気で見る人も出る人もやっぱり一つになって、やっぱり高度なものを求めると思うんですね。ここ場所京都ということで大変緊張感とやっぱり一つの挑戦なんですけれども、今回の作品はもうここの京都にはぴったりかなと思います。ぜひお楽しみください。ありがとうございます。よろしくお願いします。花魁ですか。本物の花魁より豪華だと思います。とにかく花魁っていうのはやっぱり宮内庁御用達じゃないですけども、これ以上ない、姫以上のものですから、それはもう衣装で見せるしかないと思うんですね。でやっぱり歩き方とかいろいろあるんですけど、花魁の下駄にもこだわって、あれは本物の下駄ですけど。まずアーティストとして専用劇場があるということは、もう本当にこれ以上の喜びはないんですね。やはり僕らは1年にやっぱ地球を何周もしながら世界中で公演をするんですけど、もちろんブロードウェイでもやりましたけど、この専用劇場っていうのはもう全く特別なところで、
もう自分たちが本当に最大限の力を発揮できる場所なので、これをやっぱり大日の人に見せたいと思いますので、今はまだ始まったばっかりなので荒削りなんですけど、今からどんどん変化してすごい舞台になっていくと思います。先ほど言いましたように今日は20分のダイジェストだったので、例えば響きの、例えばオープニングであるとか夢のオープニングであるとか、それがやっぱりこうちょっとなんか奥ゆかしさがあって、やっぱりどこから聞こえてくるかわからないその始まりの音っていうのをですね演出してるんですけど、やっぱりその京都ってやっぱりこう日本を代表する、世界を代表する美しさがあると思うんですよ。それは、食だけではなくて、もういろんなそのデザインが美しいと。だからもう美しさにこだわるんであれば、衣装は自己先生にお願いして、今までも14年間2000着以上作っていただいたんですけど、今回だけは最高のものを作ってほしいというオファーをしまして、値段はどうでもいいとは言いませんが野村さんがついてますのでそういうふうにオファーいたしました。やっぱり京文化っていうと、やっぱどうしても篠笛とかそういう琴とか、そういう邦楽のなんて言いますか、旋律楽器がやっぱりイメージされるので、意外とその楽器を使った演目が今のところ多いです。先ほど言いましたように、京都はすごく良質の訪日外国人がたくさん来るじゃないですか。でその人たちをですね、今度は大自然の舞台である大分でも見たいなということでつながればいいなというふうに思ってます。はい、もう14年前になるんですけども、東京の赤坂で、タオがロングランをやってた時にですね、純子先生をお誘いしてくれる人がいまして、で純子先生来ることになってたんですけども、なんかその頃はあんまり和太鼓が好きじゃないということで、代理の方が見えたんですね。そうなんですね。で代理の方がちょっと違う和太鼓だよっていうことで、先生慌てて来ていただいてリハーサルだけ見られて、でリハーサルだけ見て「いいわねあんたらっち」ということがきっかけで、フィナーレです。でもとにかく衣装ですね、衣装が良くないと言われて、そうです、じゃあ先生衣装ぜひ作ってくださいと赤坂サカスっていうところですね。赤坂サカス、はい、和太鼓行きませんか見ませんかって言われて、で和太鼓ってふんどし一丁で裸であれでしょって、もう最初の先入観勝手に作っちゃったんですよ。いやちょっと私無理かもしれません。だけどちょっと見てくださいってことで行ったらフィナーレだったんですよ。で行ったらこの人たち衣装を取り替えたらすごいことになるよ、ブロードウェイかもしれないしラスベガス絶対にうまくいくっていう、なんかパッと見た時なんかこうムラムラっときちゃったんですよ。それからですね14年、それから14年ずっとやっております。なるほど。ではもう最初本当にじゃあやはりふんどしを締めた人たちが叩いてるという印象からの、いや普通はね、いろいろ和太鼓を見ましたけど、大体そんな感じですよね。そうですよね。でそれがその印象がちょっと先入観があって、どっちみちでしょうっていうことがね、逆に警戒したっていうのか、それがもう裏切られていくと、これはちょっとアスリートだと思ったんです。もう和太鼓がアスリートに見え、そしていい意味での裏切りをされたということですね。そうですね。そこから長くご一緒されることになったかとは思うんですけれども、お互いを理解し合い、言葉にしなくてもこの音楽で通じていく部分が多いのではないかと思いますが、ここではぜひこれまでご一緒された歩みの中で印象に残っているエピソード教えていただけますか？それはもうすごくいっぱいありますね、先生。もうまず大分山のてっぺんで、ここに来て何があるのっていうぐらい遠いんですよ本当に。だけど行くともうとにかく完璧な劇場があって、あんな遠いところよく作りましたね。どの空港からも3時間ほどかかる、山の辺鄙なところにあります。ただ麻布十国立公園のど真ん中にあって、
もうすごい絶景の場所なので、そこに今現在は野外劇場を持ってたりするんですけど、そこに純子先生をお誘いしたら、とにかく第一声が「遠かった」とだけど風景が本物なんですよ。あ、そうなんですね。阿蘇山があって、そこでもう太鼓でしょ、なんか装置いらないんですよ。風景がもうダイナミックな本物の装置ですから、そこで第一の衣装すごい、これって本物ってこういうことかなと思って、それから衣装っていうことになったんですけど、衣装ってやっぱり普通和太鼓聞きに行きませんかってよりやっぱり見に行きませんかって言いますよね。ああ、そうですね。だから見せるっていう力って絶対大きいと思うんですよ。見て聞くトータルですよね。ショーですからね、やっぱり見ていただくっていうのが一番。そうですね、はい、本当に今言われた言葉がすごくしっくりきました。もう衣装とともにその和太鼓の音色を聞くと、でその一番印象に残っているのが遠かったという。遠かったと、はい。僕はですね、でも本当に遠いんですよ。そう、本当に山の中の奥に、はい、まだ行くんですかみたいな、2時間か3時間近く。でも先生、遠いといえばモスクワでボリショイ劇場で、はいはい、でそこで純子先生の衣装を、ボリショイサーカスだ、ボリショイバレエのあれが最来ていただいて、初ですかね。はい、あんな無鉄砲なことよくやりましたよね。はい、よくやりましたね。はい、今ちょっといろいろ問題がありますけど、そうですね。本当にその頃はプーチンさんもしっかり見てくれて、安倍総理の時ですね。はい、もうでも本当にいろんな日本のみならず世界各国一緒に行かれて、そうですね、世界各国、パリもやりましたね。パリも、はい、はい。でそこのその各地に合わせた衣装をデザインして、いや、そこに合わせたっていうよりも自信満々のものを持ってくるんですよ。なるほど。もうすでにこの14年間で2000着を超える衣装を作っていただいてますので、その2000着がどれも今でも使えるんです。それはすごいですね。どれももう古くて着れないとか、もう破れてしまって着れないっていうのは一着もないです。なんかね、古いとか新しいんじゃなくて、あの時はあの時でものすごくこうなんか粋なものだったから、また改めて見ると新しいですよね。そうですね。正直その時はというのもあったんですよ。そうなんですね。というのはあったんですけど、これがこう年数経っていくと、やっぱりこれはいいわっていう。なんかもう慣れっこだって当たり前なんいやこれがやっぱ本当の芸術家なんだなと逆に思ったぐらいで、時代の流れと移り変わりとともにと衣装も大事にされてこられます。でもね、エラさんでね、が言うのに、私の衣装を着るとスイッチが入るって言われた。あの一言がね、すごくピンときたんですよ。ただ着るっていうんじゃなくてスイッチが入るって言いましたね。演じたい自分にこうなりきれるっていうことをよくメンバーが言ってますけど、本当にさっきまで楽屋ですごく叱られてるメンバーが、舞台に入った途端妖艶な顔をするんですよね。やっぱそれはやっぱ衣装のおかげだと思います。それとチームワークすごいし、やっぱりあうんっていうかよく揃いますよね。相当練習しないと、打ち合わせなんていうんじゃなくて、うんってですね、なんか誰かリーダーシップでなんかやってるわけじゃないんですよ。同時にできるってすごいことです。よく共同生活ですかってよく言われるんですけど、そうではなくて彼らはもう大谷選手と一緒で好きだからもう24時間練習したいんですよ。そうなんですか。でそういう環境を作ったので、普通ではできない芸術っていうのが誕生したんだろうと思います。タオの里にも私も泊めていただいて、もう4時半か5時頃音鳴ってるんですよ。であれ何の音っても練習してる。すごいですね。本当に練習しますね。その時間まで。
とにかく感じ方が違うと思うんですね。やっぱり大体タオは1年間に本当1000回近い公演を世界中でやってますけど、平均的に1000人から2000人キャパの劇場が多いんですけど、こういう小ホールといいますか、こんな間近なホール、実はですね、太鼓は生音なんです。で、生音で聴かせることのできる劇場ってそうないんですね。ですからもちろん笛とか琴とかそこは PA してますけど、太鼓の音を生で聴かせるっていうのはやっぱりアーティストにとってもやっぱり最高の喜びだと思います。本当に万博は最初当初いろいろ言われたんですけど、本当にすごく賑やかで、本当に世界中の人がこんなに楽しんでる万博ってもうすごいなと思ったんですけど、そこに出させていただいて4回公演やったんですけど、本当に今言われるように大阪の方にですね、実はあの時のタオがこんな電車で十何分のところにあるよということをですね、ぜひ皆さんの力で宣伝していただいて集まっていただきたいなと思います。本当に大阪を含め関西ではなかなかもちろん毎年公演はさせてもらってるんですけれども、こうやって毎日、お客さんに見てもらえるという機会っていうのはなかなかなかったので、僕らもすごく嬉しいし楽しみですね。ぜひ、見に来てください。京都での公演っていうのがなかなかなかったんですけれども、一気にこの常設劇場ということで京都で公演の回数がすごく増えるなということが楽しみですし、常設ということで日々ブラッシュアップしていきますので、何回でも見て楽しんでいただけるショーになっていきますので、ぜひ皆さんたくさん足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。京都の公演はタオはまだ 2,3 回ぐらいしか経験がないんですけど、観光とか飲食にはもう100回以上来てます。ご利用されてるんですね。みんな大好きで、これから毎日だと思うとね、ちょっと夜遅いですけど、楽しみです。ありがとうございました。